皆様ごきげんよう、みやびでございます。今日は私が普段日本のドラッグストアで購入しているものをご紹介したいと思います。iHerb ではいつもサプリメントとかインナーケアアイテムをご紹介すること多いんですけれども、日本ではダイエットとか疲労回復とか、あとは子供のグミサプリとか、そういうちょっと日常的に頻繁に使うものをよく購入しておりますので、今日はそんなダイエットとか栄養のお話ししながらご紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご覧になっていってください。では今日も早速スタート。まずはこちら伊藤園さんの濃茶多いお茶ですね。そしてもう一個が伊右衛門の濃茶ですね。こちらも濃いめの緑茶で抹茶入りのものを選んでおります。これ実はブランドは全然どこでもよくって、濃いめの緑茶で抹茶入りっていうところにポイントを置いて購入しております。これちょっと前のおかゆダイエットで3キロ痩せたっていう話をしてた時のね動画でもお話したと思うんですけど、私もね運動せずに楽して痩せたいと思って、今まで朝早くに歩いてみたり夜腹筋してみたりいろいろしてたんですけど、限られた時間で仕事して家事して、で子供が小学校になってから習い事も増えて宿題とかも見なきゃいけなくなって、これで自分の運動までするだなんてちょっともう無理と思って、ここ数ヶ月ずっとダイエット本を読みまくってるんですよ。でそんな中で最近読んだ1週間で勝手に痩せていく体になるすごい方法っていう私の心をがっつり掴むタイトルの本がありまして、これに濃いめの緑茶を飲むといいっていう風に書いてあったんですよ。で緑茶の何がいいかと言いますと、脂肪燃焼効果があって内臓脂肪にも皮下脂肪にも効くっていう風に書かれていました。でこの皮下脂肪っていうのがお腹を触った時につかめるタイプのプニッとしている柔らかい脂肪ですよね。これを取るのってすごく時間がかかるんですよ。2ヶ月以上かかるっていうふうに言われていて、かつ食事制限が必要っていうふうに言われているタイプの脂肪なんですよね。でこれも緑茶は燃焼してくれるっていうんですよ。でさらにこの濃いめの緑茶を飲む際にお茶を入れた後の茶葉まで食べるとよしっていうふうに書かれていて、でも茶葉まで食べるってちょっと大変じゃありませんと思っていたら、いつも仲良くしていただいている美容家のりえさんが、抹茶は茶葉を直接ひいたものだから抹茶を飲めばいいんじゃないですかっていうことを教えていただいて、本当だと思って、なので濃いめの緑茶かつ抹茶入りって書かれているものを選んで飲むようにしております。で実際ねこういうお茶買うとここに内臓脂肪を減らすって書いてあるんですよね。そういうことなんですよ。なので今はこちらを飲むようにしております。はい、そしてもう一個この本に書かれていた楽ちんなダイエット方法として 70% のハイカカオチョコレートを食べるっていう風に書かれていたんですよ。このチョコレート効果のパッケージよくスーパーでもドラッグストアでも見かけますよね。なんとこれね野球の大谷選手とかもどうしてもチョコレートが食べたくなった時はこのチョコレート食べるっていう風にねインタビューで以前おっしゃってたんですよね。だからそれですごくいいんだと思ってたんですけれども、なんと先ほどの本によるとハイカカオチョコレートっていうのは血糖値の上昇を抑えてくれて、食物繊維も豊富で糖の吸収を穏やかにしてくれて腸内環境も整えてくれるそうなんですよね。なので1日に3回食前に 5g 毎回食べると痩せ体質になりますよっていう風に書かれていて、間食でも食べて 15g から 25g の間で1日ちょっと多めにね摂取するのがいいそうなんですよね。でそうしましたらばですね、なんとこのチョコレート効果1袋がぴったり 5g なんですよ。すごくないですか？なので今私はこれ毎日1日最低3回食べております。中はこんな感じになっておりまして、真ん中でパキッと割れるんですよね。で 72% のものともうちょっと高い 82% かな、なんかそのぐらいのものとあるんですけれども、両方買ってみたんですけれども、ちょっとあんまり苦いよりは 72% ぐらいが食べやすいかなと思ったので今はこちらを食べております。70% 以上であれば効果があるそうなのでね、ぜひチェックしてみてください。このぐらいのことで勝手に痩せてくれればいいかなと思って今結構ねこれをもう1ヶ月以上ぐらいですかね続けてます。で今のところのじゃあその効果はどうなんだっていうことなんですけれども、痩せてる感じはないんですよ。でも実際そのおかゆのダイエットで3キロ痩せたものを緑茶とチョコレート習慣を始めることによって維持してはいるんですよね。もう今おかゆ食べてないにもかかわらずこのね3キロ減をキープできてるってことはだいぶ希望があるんじゃないかなと思って、ちょっとまだまだねこの習慣続けようと思ってます。はい、そんな感じで次の購入品はこちら。アミノバイタルクエン酸チャージ BCAA1000mg 配合のタイプです。
BCAA っていうと以前 iHerb でもね大きいちょっと筒状のもの買ったりしていたんですけれども、こちらはクエン酸も入っているタイプです。こちらねパッケージを見ていただいても分かる通り、運動の時に必要なエネルギーっていうことで、スポーツする方がねやっぱりその疲労回復とか疲労を感じにくくさせるっていう目的で飲むんですけれども、私は日常の疲労回復としてこちらを飲んでおります。でこのクエン酸っていうのは疲労回復だけではなくって鉄の吸収を助けてくれたり、血糖値が上がるのを抑制してくれるので、貧血気味な方とかにもね取っておいて損はない成分だと思います。こちら 500ml の水に溶かして飲むタイプで、味もちょっとレモンっぽい味ですごく美味しくって飲みやすいです。全然癖もないですしね、溶けも早いです。で鉄を取るときは必ず鉄の吸収を良くするようなビタミン C とか周りを固めて飲むようにしています。はい、そんなわけで次はグミサプリです。こちら、ユーハ味覚糖のグミサプリ鉄のタイプですね。こちらはねもうすでに食べてらっしゃる方多いんじゃないでしょうか。最近もうコンビニでもドラッグストアでもどこでも売ってますよね。グミサプリの鉄です。こちら鉄が 22mg とコラーゲンが 300mg 入っています。1日2粒食べるだけなんですけれども、やっぱりねユーハ味覚糖さんなので味も食感も癖がなくて美味しいんですよね。グレープ味みたいな感じで、ちょっとね赤味に鉄っぽい感じっていうのはあるんですけれども、そこまで気にならないかなっていうぐらいですね。私子供の頃からもう貧血が本当にひどくって、健康診断で血を抜かれると必ず鉄が足りないですよ、危ないですよって言われるんですけれども、病院で鉄剤渡されて飲んでも今度はその副作用で気持ち悪くなったりとかめまいがするので、病院でもらうような鉄剤っていうのが飲めないんですよ。なのでもう食事で気をつけるぐらいしかできないかなって思ってたんですけれども、なんとこのグミを食べ始めてから初めて鉄の数値が正常値になったんですよ。すごくないですか？私普段ねピルを飲んでるので定期的にずっとその血液検査をやっていて、自分のそのね鉄の状態っていうのも常に知ってるんですよ。なのでこれ食べ始めて初めて正常値になったので、もうこれ本当にありがたいと思って、それからずっと欠かさないように食べてます。でこれ鉄と葉酸とか亜鉛だったかな、なんか他のものとセットになっているタイプもあるので、ちょっと貧血だけじゃなくて他の成分も取りたいわっていう方はそういうタイプもぜひチェックしてみてください。はい、そんな感じでもう一つはこちら、子供用のグミサプリも購入しております。こちらもユーハ味覚糖さんのキッズグミサプリカルシウムと鉄と DHA のタイプですね。こちらはそれぞれ1日5粒食べます。 DHA っていうのは脳の働きですね。よくお魚とかに入っているやつで、ちょっと賢くなるにはねお魚をいっぱい食べなさいって言われるようなあれですね。あれが入っております。でこちらはみかんとレモン味になっていて、こっちの黄色い方がレモン、こっちのオレンジの方がみかんですね。どっちもすごく美味しいので息子に食べさせてて、でもう一個のカルシウムと鉄ですね。やっぱり子供は大人と違ってもう日々ねぐんぐん成長していってるので、カルシウムと鉄分はすごく大事だなと思って食べさせております。でこちらはパイナップルとマンゴーの味で、こっちのねマンゴーの味がやや癖があって、こっち実はね息子若干嫌がってます。なので毎日5粒食べなきゃいけないところを 3,4 粒ぐらいしか食べれてなかったりするんですけれども、食べないよりはマシかなと思ってとりあえず食べさせております。こちらインスタ載せたら結構お子さんのね栄養管理とか気をつけてらっしゃるママさんからたくさん DM をいただきまして、子供の栄養とかどういう風に日々管理されてますかっていうねご質問いただいたんですけれども、うち結構偏食があって、しかも気分でね食べムラもあるんですよ。すっごい食べる時もあればもう全然食べないみたいな時もあったりするので、いつもいつも全力投球で料理して作って出すとね食べてくれない時にはあってなっちゃうじゃないですか。なので料理でもう全力出して毎食毎食栄養って思っては作っていなくって、例えばちくわとかでもタンパク質が多めに入っているようなちくわとかそういうものを買って簡単に味付けして出したりだとか、もう簡単だけれども栄養がある程度取れるようなものっていうのを選んで出すようにしています。あとはあんまりにも食べないので、こういう栄養の本とかをね読んでもらって、ちょっともう自分でね必要性に気づいてくださいと思って、こういうものを読ませるようにしたりだとかしています。で結構私のねこれおすすめなのがこの栄養素のキャラクター図鑑っていう本ですね。これすごい可愛いんですよ。こんな感じで
構栄養素ごとに可愛いキャラクターになっていて、中もこんな感じで絵がいっぱい描かれていて、全部カラーページで、しかも文字数も少ないんですよね。でこの野菜の由来とか、あとは栄養とか、そういうところが簡単に書かれています。でそれぞれの栄養素のねキャラクターが可愛いので、ちょっとこういうのを見たりだとかして、今日キャベツ食べたねみたいな、これじゃあ栄養入ってるねみたいな感じで話したりだとかしています。でこちらは食品添加物の図鑑ですね。さっきの栄養とは違って、ちょっと食品添加物の歴史とか、結構化粧品にも入っているようなこういうコチニール色素とか、こういうものも書かれていたりだとかして、例えばこういう亜硝酸ナトリウムとかも検索するとがんになっちゃうとか怖い話書かれていると思うんですけれども、食品に入れる時は安全な量しか使ってはいけないし、そういう物質が作られるのを防ぐビタミン C と一緒に使われているよみたいな、そういうところまで書いているんですよね。で実際家にある生ハムとかを子供に見せると、本当にこれとビタミン C がセットで入っているので、本当だとか言ってちょっと見たりだとか、そんな感じでなるべく栄養に興味を持ってもらえるように誘導しています。でもこれも本人の性格だと思うので、私が今あれこれ言ったところでね、意味があるかどうか全くわからないんですけれども、できることはやっとこうかなと思って、こんな感じで私はやっております。はい、では次の購入品はこちら、ヘルシークラブの毎日体にカルシウム、骨にカルシウムプラス40本入りバニラ味を購入しております。はい、先ほど子供用のねカルシウムサプリもあったんですけれども、こちらは私が食べてる方のカルシウムのウエハースです。これはウエハースの中にバニラのクリームが入ってて、すごく美味しいんですよね。見た目もこんな感じで、もうおやつのねウエハースそのものです。どうしても女性は骨粗鬆症とかにもなりやすかったりしますし、あとアンチエイジングの観点でも骨のこういう部分とかこういう部分がどんどん骨が老化して減ってくるんですよ。そうしてくると、今までその骨で張ってた部分もどんどんこうへこんできて、顔がげっそりしてしまったりこけたりだとか、たるみの原因にもなるので、そういうアンチエイジングとしての骨老化対策と、あとは骨粗鬆症、将来的な問題への対策としてこちらを食べております。こちらは1枚に 340mg のカルシウムが入っているので、普段あんまり牛乳飲まない方もそうですし、あとはね出産予定のある方とかはね絶対カルシウム取っといた方がいいです。私妊娠中にもうめちゃくちゃ気をつけていたにもかかわらず、奥歯がね2本も欠けちゃったんですよ。しかももう結構大きくボロって欠けちゃったので、もう本当にショックで、もう妊娠出産でめちゃくちゃカルシウム取られるんで、もうねこういうものはね女性本当に取っといた方がいいです。おすすめです。はい、そして最後はトマトジュースです。こちら、今回はですね伊藤園さんの充実野菜理想のトマトを購入しました。こちらはコップ1杯でトマト6個分を取ることができて、リコピンが 23mg 摂取できます。で砂糖、食塩不使用、トマト 100% のジュースです。このねトマトジュース、別に私ブランドにはこだわっていなくって、このリコピンの配合量がなるべく多いっていうのと、あとは食塩とか砂糖不使用のものを選ぶようにしています。結構トマトでもこのリコピン、高リコピンのトマトを使っているもうドロドロのやつとかもね売ってたりするんですけれども、結構味に癖があって、そういうものだと食塩とかね砂糖が入ってたりすることもあるんですよね。なのでその高リコピンっていうところだけじゃなくって、食塩砂糖不使用っていうところを見て買うようにしています。でトマトジュースなんで飲んでいるかというと、これはもう美白目的ですね。もうこれは美容部員時代から飲んでるので、もう15年以上は飲んでますかね。すごく抗酸化効果が高いので、美白ももちろんなんですけれども、疲労回復とか、あとは動脈硬化とか、そういう病気の予防、あとは夜飲むことによってダイエット効果もあるっていう風に言われているので、トマトジュースはねほんと飲んどいて損はないので、必ずね夜か朝どちらかに飲むようにしております。はい、このような感じで今日は普段私がドラッグストアで購入している商品いろいろとご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。こんな感じでちょっともう運動せずして痩せたい一心で本をたくさん読んで、ちょっと食べるだけでなんとかなるようなものを選んで生活しております。現時点でこれですごい痩せたっていうことはねないんですけれども、太ってないんでまだ全然希望はあるので、これからもね読書で脂肪に打ち勝っていこうと思います。はい、でこの本に関する質問もたくさんいただくので、ルームの方でその読んでる本だけを集めてるねページありますので、そちらもね概要欄の方に貼っておきます。よかったら皆さん気になる本
もねチェックしてみてください。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。こちらの動画楽しんでいただけた方は是非グッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。それでは開けます。はい。3、2、1。わあ、かっこいい。単4の電池がいるみたい。単4。電池？うん。バッテリーじゃないの？ほら、3つバッテリーある。それじゃあ、はい。このボタンで飛ばすね。はい、飛ばしてください。いけー！わ、飛んだ。それじゃあレバーで前へ。おっと、後ろ。それじゃあもう一度下へ。おー、すごい。はい、面白い。面白いね。